はもうええでしょう。お前が勧めてきたんやな。今日は現実に帰る話をしましょう。思い返してほしいんだけど、うちのチャンネルってこれまでハンドガンしか紹介してないんだよね。ほんまや。ロマン武器が続いたからここらで普通のエアガンレビューをしようかな。ならせめて初めての長物はスポンジ中華銃にすんな。というわけで当チャンネル初の長物はこちら。なかったことにはならんよ。アークタウラス AK12。基本スペックはこんな感じ。これまた入手性が難しいエアガンやな。オープン。前回の M79 の内容物が多すぎたせいでえらくすっきりした感じに見えるな。ミーヤ確か買った当初はユーザーマニュアル的なのとメーカーのロゴステッカーが入ってたはずなんだけど、どっか行っちゃった。積み中の弊害。中身はレアサイト。いつもの棒にマガジンは2本付属。そして本体って感じ。箱出しでマガジン2本付属はかなりユーザーに優しいな。まあ肝心の商品そのものが出回ってないデメリットはあるけどね。本末転倒。ちょっと手持ちのカスタムパーツでおめかししてあげたよ。東の武器に西のカスタムパーツとは見る人によっては発狂もんやろ。作品名東西友好の証。やかますぎる。気になるお値段はこんな感じ。高えよ。購入当初ショップで変な動画流れてたくらい合成と耐久性に優れてて、マガジンも2本付属してると考えたらどう？いや高えよ。6万ってでかいエアガンに対してえぐい耐久試験してんな。実銃でもここまでのは見んぞ。実銃だとメルトダウン検証が近いかな。あれおもろい。追記、個人的にネットで調べたところ、ショップによって金額が満単位で違ったので、購入の際は何店舗か調べて最安のところで買うといいかもです。はい、じゃあ早速外見から見ていこうか。はいはい。美しい。かなり所有欲満たされるな。スチールプレスのレシーバーや全体的なフォルムは従来の AK シリーズの面影を残しつつ、デフォルトで 20mm ピカティニーレイルがラストカバーとハンドガードに装備されてるから、別途専用のレイルシステムとかを買わなくて済むのはお財布に優しくてグッド。なお本体価格6万8000円。バッテリーはこのダストカバーを外したところに収納。実銃と同じ分解体験が実用を兼ねてるのは高評価。ちなみにバッテリーのサイズをミスるとかなり入れづらい。手がガチで入れづらい。このモデルの最大の欠点と言ってもいいかな。収納性抜。実店舗で買うなら詳しい店員に聞いてから AK12 専用でバッテリーは用意してあげた方がいいかもね。ちなみに投稿主が持ってるこのサイズで相当苦渋を飲まされたよ。物の出来はすごくいいんだけど、バッテリー選びミスるとサバゲー体験が180度変わる。悪い意味で。そんなにか。バッテリー収納に10分も15分もかかるとそれだけでフラストレーションが溜まって、このクソ銃がってなる。バチ切れてきた。 OK、 なんとかこのサイズのバッテリーでの収納方法を思い出したからみんなに共有したくね。珍しく有料な情報や。まずバッテリー本体はここ。ケーブル類をここでこんな感じにまとめて、崩れないように器用にダストカバーを閉じてあげるとすんなり開放レバーが閉まるよ。ちょっとコツいる面倒やな。さて外観の話に戻るけど、ストックは AR15K のように伸縮する機構になってたり、ポリマーパーツを多用するなど現代アサルトライフルらしい仕様が各所に盛り込まれたデザインになっているね。てかバッテリー収納してて気づいたけど、知らないうちにダストカバーの開放レバー錆びてる。エアガン管理バチ。公式がすごい耐久性と合成をしてたから、それを検証してたってことでここは一つ。手入れはせえ。構えた感じもかなり重厚さを感じて、いい意味で値段相応のクオリティって感じ。まるで前回の中華銃が悪いみたいな。合成は過去1でいいね。その分重そうやな。重量は本体のみで約 3.2kg。ここにバッテリーとマガジン、人によっては光学機器とかも載せるとなるとあまり考えたくはないかな。何もつけてなくてこれはまあまあ重いな。ちょっと丸1日これを振り回すのは己の筋肉と相談かな。好きなら筋肉なくても気合でいけ。フルカスで運用したい人は筋肉と気合で解決しよう。ロシア系の現代装備を再現するんやったら欠かせんモデルが登場したのはリアル思考プレイヤー歓喜やろな。あとは入手性の問題さえなんとかなれば最高だね。一番の問題が入手性なの終わってる。銃全体の印象としては思ったより長い。個人的には特にバレルが予想をはるかに超えて長く感じたかな。人によってはここにサプレッサーとかお気にのマズルハイダーとかつけるんやろうけど、取り回しに相当影響出そうやな。スリングとかにこだわればまだなんとかなるかな。屋外フィールドはまだしも屋内フィールドでの取り回しはかなり悪そうやな。そんな時はここを押してあげると出た AK シリーズ特有の片側折りたたみ機構、これ嫌い。投稿主みたいに銃を両利きで扱える人はいいけど、そうじゃない人にとっては最悪だよね。特にこのモデル折りたたんだ状態での運用をまるで考えてないやろ。左で持つ時にトリガーに干渉してるんやが。折りたたんだ状態の持ちにくさを我慢できるなら屋内でもギリ使用できるかな。よほどこだわりでもない限りは無理して使うこともないとうちは思う。はい、騒音値。単発でのマズル付近から内で 96.6 デシベル。メカボックス付近で 117.8 デシベルだね。一旦このチャンネルでの電動ガンの基準値やな。連射で騒音値に違いが出るのか見てみよう。メカボックス付近が 113.7 デシベル。マズル付近がなぜか 118.6 デシベルに跳ね上がっちゃった。118.6デシベルは、飛
行機のエンジン音や車のクラクションしつこお次は初速、弾は丸いの 6mmBB、0.2g を使用。合成とかはすごいらしいけど肝心なのは性能やで。ほいほい。はいグラフ、常温での平均初速は 82.69 メートル毎秒、ジュールに換算すると 0.68 ジュール。さすがやな。数値叩き出してくれるわ。試算すると最大飛距離はホップ強めで60メートル、有効射程は最大50メートルって感じだね。今までハンドガンやったからふーんって感じやったけど、こいつはメイン武器になるから試算とはいえ、この結果は重めに見るで。まあこの結果は妥当なラインじゃないかな。いつものごとく屋内想定で好条件もりもりにしてるから、屋外だとこの通りの結果にならないことだけ注意してね。特に海外製品は個体差も考慮せなあかんからな。フィールドによってはフローオートが禁止の場所もあるだろうから、ついでにレスポンスも見ておこうか。最近の電子トリガーとかに比べるとちょっと巨大な。まあそこまで高速指切りが必要な状況になることはないだろうから、箱出しで考えたら悪くはないかな。ただまあ攻め用路線とかフローオート禁止のフィールドでは別の銃を使うのがいいかな。逆転防止ラッチついとるけど、指切りしてた時のメカボの音ちょっと怪しかったしな。この銃で指切りをしすぎると逆転防止ラッチやってもワンチャン壊れるかも。多用はせん方が良さそうやな。はい次集団性。本日の条件はこちら。ブローバックもなくて、バレル長もハンドガンの比にならん長さしとるからな。このクソ短い距離で集団性が悪かったらお前やばいで。私の腕が悪いか銃の性能がゴミかのどっちかだね。82でお前の腕が悪い。はいこんな感じ。言い訳を聞いてやろう。距離が近すぎてサイトで狙った位置とバレルの位置がずれて思ったより下に当たっちゃった。どしたん早口やん。実際狙い方を変えてからの集団はいい感じじゃない？まあ悪くはない。この距離でこれだけまとまってるならかなり実用的なんじゃないかな。初速も結構出てるしな。屋外でも集団性良さそうや。結論 AK12 は入手性に目をつむれば最高。手に入らないは致命的だろ。今回の検証をもとに作成したチャートだとこんな感じかな。いつも以上にクソなチャートやな。断ったらシベリア送りにされるチャートって何やねん。値段は高めだけどその分クオリティはというわけで今回はアークタウラスの AK12 を紹介してきたよ。入手性の難しさも考え方次第って感じやな。手に入れた時の所有欲の満たされ具合は半端じゃないだろうね。にしても6万超えは高すぎる。一応あるところにはあるみたいだし4万ちょいで売ってるところとかあったから気になった人は在庫があるうちに買うことをおすすめするよ。この手のやつは1回在庫なくなったら次いつ入荷するかマジで読めんからな。後悔せんように。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。